皆さんこんにちは。ミツバチ経済学の7を始めます。今回は蜜源植物についてお話しします。養蜂経営の立場から蜜源植物を客観的に見るということをテーマにしたいのですけれども、これ自体大変に大きなテーマで、本格的に研究するとなるとやるべきことがたくさんありそうです。で、今回はその第一歩としてこの問題にアプローチするための論点整理を行います。まず、養蜂経営と蜜源植物という2つの言葉について考えます。養蜂経営とは、蜂を使って蜜源植物から蜜などを生産する事業です。養蜂の生産物は蜜だけではありませんが、統計上、金額的に最も大きい生産物は蜜なので、以下簡単のために蜜に話を絞ります。で、一方、蜜源植物は大きく3つに分類できます。第一は人が植えたのではなくて自然に生えている植物で、雑草や山林の下草、あるいは自然林などです。で、第二は農林業で栽培されている植物で、果樹、野菜、果樹、牧草、人工林の樹木が含まれます。第3は農林業とは直接関係がなく、純粋に蜜源として植えられている植物です。全国的に見てもその面積は多くはありませんが、全く存在しないわけではありません。私はコスモスやソバが種として蜜源目的で植えられている事例を見たことがあります。で、また花壇や街路樹の花も本来の目的は別にありますが、農業とは無関係に栽培されているという意味で、この第3のグループに含めたいと思います。で、これら3種類の蜜源植物はいずれも土の上に生えています。つまり養蜂とは蜂を媒介として土地を利用している産業だと言えます。同様に土地を主な生産手段とする産業として農林業があります。養蜂も畜産の一分野とすると農業ですが、ここでは養蜂は固有の農業から区別します。区別する理由は、養蜂と農林業には土地と人間との関係に決定的な違いがあるからです。近代農林業では所有または借用した土地の上で作物や樹木を栽培します。これに対して養蜂の大きな特徴は、養蜂家は所有も借用もしていない土地を利用している点にあります。この模式図で真ん中にあるのが養蜂場です。養蜂場には巣箱が置かれています。養蜂場自体は100メートル四方、面積にして0.01 平方キロメートルもあれば十分でしょう。この土地は養蜂家が所有または借用しています。しかし、蜂が蜜を集める集蜜圏はその何倍にも広がります。北海道では行政的に集蜜圏を半径 2km としています。これは面積にすると 12.5 平方キロメートルです。先の養蜂場の1250倍です。参考までに山手線内側の面積が約63平方キロメートルですから、その5分の1に相当します。これだけ広い面積をたった一つの養蜂場が使ってます。もちろん複数の養蜂場を持っている大規模養蜂家さんもいます。こういうふうに養蜂は実は広い空間で営まれています。そして決定的に重要なのは、この広大な土地利用が所有権や借地権を伴わずに行われている点です。これはヨーロッパなどで見られる牛や羊の遊牧とよく似た構造だと思います。ただし、牛や羊はいればすぐにそれと分かりますが、蜂の存在を認識するにはそれなりの注意力が必要となります。
それはともかく、こうした土地と人間との関係から養蜂経営のさらなる特徴が見えてきます。農業では新たに生み出された金銭的価値は土地、労働、資本の3要素に配分されます。労働には労賃が、そして資本には利潤がそれぞれ割り当てられます。しかしその一方で土地に対する配分もあります。土地に割り当てられる部分は地代です。地代は通常は土地所有者が受け取ります。養蜂でも同様に労賃や利潤に加えて収密権の土地に帰属する価値が生まれます。私はこれを養蜂地代と呼びます。ただしこの養蜂地代は非常に特異です。土地所有者ではなくて養蜂家が受け取るからです。なぜならばこれは養蜂家が存在して初めて蜜による金銭的価値が生まれるためです。花が咲いていても蜂がいなければ蜜は生産されません。養蜂家は収蜜権においてそれまで存在しなかった価値を新たに作り出しているのです。さらに重要なのは養蜂家がこの価値を得る過程で収蜜権の土地所有者や借地者に損失を与えないことです。それどころかミツバチの花粉媒介によって農産物や樹木の生産性が高まる場合もあります。こうしたいろんな点が養蜂地代が収蜜権の所有権借地権を持たない養蜂家に帰属する条件になっていると思います。しかし同時に養蜂が所有権借地権のない土地で行われていることが養蜂家にとって大きな制約となる場合があります。養蜂家は収蜜権の土地利用について決定権を持ちません。どの植物をどの程度植えるのか、そしてどのように農薬をまくのか、こういった土地の使い方を決めるのは土地所有者であり借地者です。したがって蜜源植物を増やしたいと思っていても養蜂家は自らが土地所有者借地者でない限りそれを実行することができません。でなお先ほど私は土地に帰属する新たな金銭的価値は地代だと言いました。実は地代には3種類あります。以下簡単に説明します。一つは異なる土地の間で自然条件の豊かさや位置が違うことに由来する地代です。これは差額地代第一形態です。第一形態の差額地代は自然条件等に最も恵まれない土地ではゼロですが条件がある土地には存在します。で、2つ目は土地に対する投資が生み出す地代です。これは差額地代第二形態です。第二形態の差額地代は土地の改良を重ねると増えます。3つ目は土地が占有されていること自体に由来する地代です。これは絶対地代です。これら3種類の地代は従来は主に資本主義的な農業を対象に考えられてきたものです。しかし私は資本主義的な養蜂業や家族経営的な養蜂業にも応用できると思っています。で、まず土地の自然条件によって蜂蜜の生産量が随分と違うことは農林水産省の養蜂をめぐる情勢のデータを使って統計的に確認することができます。特に北海道と北海道以外の地域との間では蜂群1群あたりの蜜生産量がかなり違います。2023年の数値で見ますと1群あたり蜜生産量は北海道の 48kg に対して全国平均では 11kg です。この場合北海道で養蜂を行うと
自然の恵みから1群あたり平均で 37kg の蜜に相当する第一形態の差額値代が得られます。なお、こうした数値は実態を反映していないのではないかという意見もあります。私の過去の動画に対するコメントの中にもそういうのがありました。どうも数値が過小ではないかというのです。ここではこういうコメントがあることを留意しながら、現実を一定反映した統計的事実として皆さんにお伝えしておきたいと思います。では、北海道以外の地域の養蜂では何の違いもないのかというと、そうではありません。養蜂家には蜂群配置の結果として半径何キロメートルかの集密圏の土地を養蜂のために利用する権利が与えられます。こうした権利に基づいて、いずこの地域の養蜂家も絶対地代を得ることができます。そしてこうした2種類の地代に比べて、現状マイナーな存在であるのが第2形態の差額地代です。第2形態の差額地代の中には、蜜源植物への投資で蜜生産量が高まった結果として得られる所得も含まれます。第2形態の差額地代が現実にあまりないのは、先ほど言った養蜂家は集密圏の土地所有者、借地者ではないからです。自分の土地ではないところに投資して蜜源植物を植えるというのはちょっと考えにくいことです。こうした状況の下で養蜂家が個人的にできることは2つあります。一つは養蜂場という限られた土地に、つまり先ほどの例だと 0.01 平方キロメートルの土地に蜜源植物を植えることです。これは実は効果的かもしれません。というのは、先ほどは集密圏を半径 2km としましたが、実際には近いところに蜜源が豊富にあれば、そこが主な集密圏になる可能性が高いからです。わざわざ遠くまで飛んでいかなくても、近場に豊かな蜜源があれば、蜂の主な採事活動はそこで行われるでしょう。これがそのことを表現した模式図です。集密圏をのっぺりとした均質の空間と考えるのではなくて、蜜源密度の高い中心部と周辺部とからなる2層の空間と設計することができます。ただし、真ん中の養蜂場が養蜂家の所有地ではなくて借地である場合には、蜜源植物への長期的な投資は控えられるでしょう。借地期間内に回収できない長期投資は誰もやりたくないからです。そして養蜂家が個人的にできるもう一つのことは、環境保全への働きかけです。養蜂家は決定権を持たない代わりに社会に向けて発信する立場にあります。今や人類共通の財産である生物多様性にあふれた植物層を維持・発展させることが健全な環境を保全する上で重要であることを人々に問題提起することは、養蜂経営の持続性そのものにつながります。なお、養蜂家の中には地域の水田数十ヘクタールを借地して、そこの水稲作を引き受けながら裏作として蜜源植物のレンゲを植えるという事例もあるようです。今後稲作の担い手が減る中で、こういう事例がもしかしたら増えていくのかもしれません。以上、養蜂と関わる土地所有と地代と蜜源植物の関係について論点を整理しました。私が今回お伝えしたかったことは、蜜源植物の問題というのは単に植物の種類や植栽の技術の話ではなくて、土地の使われ方、権利のあり方、そして社会全体の意思決定の構造と深く結びついているという点です。養蜂は所有しない土地を使いながら自然の力を引き出し、新たな価値を生み出す極めて現代的な産業です。
だからこそ蜜源植物をめぐる議論は養蜂家だけではなくて農業者、地域社会、そして農業政策や環境政策をつなぐ接点になります。今回の話が蜜源植物を誰がどの立場でどのように支えていくのかを改めて考えるきっかけになれば幸いです。今回はここまでとさせていただきます。最後までお付き合いいただきありがとうございました。